ハウディバーチャルトラベラーセラです。皆さん、最近ディズニーリゾート関係の話題で、この話題、非常にね、持ちきりになっているので気になっている方も多いんじゃないかなと思います。パークを気軽に楽しみたいんだと。昔みたいに何にも考えずにフラッと遊びに行きたいんだっていう意見をよく目にしますので、今日はそのあたりについて私なりのね、全世界の全てのディズニーテーマパークに遊びに行ったことがある私からの意見として、一つ、解決策というかね、そういったものを、提案していこうじゃないかと、そういうような回でございます。トーク回です。お付き合いください。この動画を最後までご覧いただいてですね、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、チャンネル登録、グッドボタン、そしてベルマーク通知の3点をどうぞよろしくお願いいたします。では、始めていきましょう。まずですね、どういった意見があるのかっていうのを、いろんな人によって言い分いろいろあるんですけど、それをざっくりまとめてみました。こちらになります。どうぞ。はい。大体これに集約されるところかなっていうふうに思います。これですね。長時間並ぶ、DPA、SP、一体それは何？そして値段が高いんだよと。さらには予約も取れませんと。混んでいると疲れちゃう。で、予備知識が必須であるというような内容が、大体皆さん共通して不満を持っておられる点だというふうに、思いました。違うよとかね、いやいや、セラさん忘れてる、もっとこれがあるよという方はぜひコメント欄で教えていただきたいと思います。それについてね、いろいろ意見もございましょう。どんどんディスカッションしていきましょう、そういうところはね。はい。で、ね、これ、なんでこうなってるのかって考えると、多分、コロナ禍においての営業で、5000人規模の、縛り営業をやったと思うんですけど、あれのね、揺り返しが今来てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。あの時に、不満に思って行動を制限されてぐぬぬぬってなってた人たちが、今だっていうんで殺到しているからこうなっている。もともと多いっていうのもあるんだけど、余計にこうなってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、あのイメージもあって、今そのちょうど揺り返しの時期で大変なね、フラストレーションが溜まり始めている時期かなっていうふうに思うんですよ。ちょうどね、あれと似てると思うんですよ。昔、上海ディズニーランドがオープンした年、ね、私オープンした年に6回ぐらい上海ディズニーランドは遊びに行ってるんですけども、最初のオープンして最初の半年目ぐらいに行って、その時はすごい空いてて快適に遊べたんですが、そこから回数を重ねるにつれてどんどんパーク内が混雑してまいりましてですね、人がいっぱいになってきたんですよ。これはなんでかっていうと、どうやら上海ディズニーランドこれ楽しいらしいぞっていうのが、中国国民にバレたっていうことだと思うんですよね。それで13億の中国国民が今一斉に押し寄せてきていて、でそれがずっと、上海ディズニーランド今開業して7年8年ぐらいになりますけども、それがずっと続いてるっていう状態で、今も上海ディズニーランドはわりかし混んでるっていうような状況なんですが、それに近いものがありますわね。まず長時間並ぶっていうのは昔から割とそうだったんですけど、昨今特に、揺り返しっていうのがあって需要が高まっていて、昔に戻りつつあるというか、ピーク時の昔に戻りつつあるっていう感じがして、どうしようもないところであると思うんですけど、それに加えてこの、プレミアアクセスっていう課金で、お金を払って買うファストパスと、スタンバイパスっていう2つがさらに混乱させてる要因の一つだなっていうふうに思いますよね。あればね、あっていいものだとは思うんですけど、それをよく理解できない人からしたら、フラッと行って並べないのっていうふうにね、特に最近のファンタジースプリングスの傾向なんかを見ておりますと、スタンバイパスがないとエリアにすら入れないと、いうような状況でございます。ユニバーサル・スタジオ・ジャパンであれば、似たような制限を今スーパーマリオのエリアでね、やってるんですけど、昔はハリーポッターのエリアでもやってました。あれは、あれで、スタンバイパスの、入場券の発券マシンがあって、紙のチケットベースでそれを作って、やってたんですよ。
なので、アプリとかがなくても、発券マシンのところに行って、入場整理券を取ることが、物理的に取ることができたんですね。で、今、ディズニーはそれがない。物理的に入場整理券を取ることができないっていう状況、が発生しております。利便性を高める一方で、その利便性を、享受できない、人、ね、デジタルに疎い人は、切り捨てられたっていう状況が、大きいです。で、このデジタルに疎い人っていうのは、まあ、予想をはるかに超えていっぱいまだ日本国にはいるというのが、まあ、一つの問題ですね。まあ、我々デジタルに強い人間がデジタルに疎い人たちをサポートしていく体制っていうのが非常に重要でございます。はい。うん。そういう社会風潮になっていかないと、このね、何これっていうね、デジタルわからん、知らんっていう人を助けるっていうのは、まあ、我々の役目だっていうのを皆さん、肝に銘じておきましょう。我々が助けなくてはいけません。はい、そういう風潮を皆さんで作りましょう。そうすれば、これが解消されますよね。で、値段が高い。確かに高いと思いますが、これはですね、相対的にそう思うだけであって、視野をもうちょっと広げれば、全然日本のパークの値段は安いです。はい。皆さん、気がついてください。早く気がつけよ、みんな。世界には、ディズニーパークがいっぱいございます。私、全世界のディズニーパーク行っております。で、一番安く行けるパークはどこですかって言われたときに、ね、為替相場とかもろもろを考慮してですね、一番安く行けるディズニーパークはどこですかっていう回答に対してはですね、私、東京って答えます。いや、実際東京が一番安い。一番安い。まあ、例外を除くね。例外を除いて、この後言う例外を除いて、東京が一番安いと思います。飲食に関しても、お土産に関しても、パークの値段に関しても、まあ、パークの値段は一部例外はあるけども、まあ、東京が一番安い。ね、平均的に見ても東京が一番安いです。なので、値段が高いと嘆いている皆さん、ご安心ください。まだ上がる可能性があります。今が一番安いです。はい。そこは注意しましょう。で、予約が取れない。これもね、その、揺り返しのね、話だよね。パークの、ね、予約システムが、ね、想定をはるかに超えている状況が長々と続いているという。いい加減想定しろよとは思うんですけどね。いい加減想定しろよとは思うんですけど、まあまあ予約取れないのは、これはもう、しょうがないよね。で、予約が取れないの予約ってどれぐらい前の予約をね、指し示しているのかっていうと、多分、一般的な感覚で言うと明日の予約だと思うんですよ。ね。ただディズニーリゾートに関しては明日っていうのはもう基本的にないと思ってください。ね。そんな予約は存在しません。はい。そこは常識をアップデートしていかないとダメですね。ディズニーパークの予約、に関して言うと、半年前ぐらいを、視野に入れておかないと。半年前ぐらいからもう遅いぐらいに思っておかないと、予約という意味をなしません。はい。ディズニーの予約ってそういうもんです。そこは、その、見解の相違だね。見解の相違。そこいらのレストランとはわけが違うんだっていうところを私は強く、押していきたい。言わせていただきたいというふうに思いますね。で、混んでると疲れる。まあ、これは、まあ、ね、その混んでるの指標の具合で、人によっていろいろ違いはあると思うんですけどね。東京で生活している人と、私みたいな茨城の田舎に引っ込んでる人とでは、混んでるの度合いが違うんで、そこはね、違うところだとは思うんですけど、まあ確かにそれは混んでると疲れちゃうっていうのはあると思います。これはキャパシティの問題で、やっぱり、入場制限をどんどんね、かけていかないとオーバーキャパになっちゃうっていうのはあると思うんで、ここはパーク側の責任かなとは思うんですけれども、まあパーク側もね、企業ですから、儲けを重視していかないといけませんから、まあそこは、ね、山嵐のジレンマと言いますか、なんだ、うまい言葉が思いつかん。まあ、そういったところでございますね。はい。で、予備知識が必須である。これもパークの課題だと思います。何がしか事前にこういうね、動画を見て、私のようなこういう動画を見て、予習、復習、まあ、復習もしないといけないところもあるからね、予習していかないと、まともに楽しめない、次につながらない。そういうのはね、非常に問題だったなっていうふうに思いますね。はい。
で、まあ、これらの諸問題、ね、6点今、ずらずらっと言ってきましたけど、これらの諸問題を全部いっぺんに解決する方法っていうのが実はあるんですよ。皆さんご存知かと思いますけども、ご存知の方はご存知ですね。はい。まあ、タイトルでもバレてると思うんですけど、これを、ね、全部解決してくれる手段、ございます。はい。皆さん、これを、使いましょう。はい。香港ディズニーランドへ行こう。これです。はい、これらの解決策は、すべてこの一言、香港へ行こう。香港へ行こうで解決します。香港ディズニーランド、長時間並びません。ファストパス、スタンバイパス、プレミアアクセス。まあ、プレミアアクセスはあるにはあるんだけど、そんなもの使う必要ありません。値段が高い。これね、値段安いです。香港ディズニーランド。ただ、例外はある。香港ディズニーランドに関して言うと、パークの中での食事、飲食やお土産はめちゃくちゃ高いですが、パークチケットが安いです。はい。日本よりはちょっと高いんだけど、日本にはないものが香港ディズニーランドにはあります。それは何かっていうと、2デーパスと、年間パスポート。ね。2デーパス、年間パスが香港には存在します。なので、年間パスを買うことで値段が高いはクリアです。はい。で、2デーパスを使っても安くなります。めちゃくちゃ安いです。はい。で、さらに3つ目の特典。これね、傍受できる人が限定されるんですが、シニアパスポート、65歳以上のシニアパスポートが香港にはございます。これ、法外な値段です。もうありえない規格外ですね。いくらかっていうと、香港ディズニーランドの65歳以上の方のシニアパスポートはですね、100香港ドルで買えます。はい、100香港ドルいくらなんですか、セラさんとね。日本円で言いなよという方がね、まあ、ちらほらね、今コメントがね、流れてきました。私の脳内に勝手に。はい。1香港ドルだいたい20円です。で、100香港ドル、つまり2000円。65歳以上のシニアの皆さん、喜びましょう。香港ディズニーランドは2000円で行けます。はい。おめでとうございます。わー、おめでとう。香港ディズニーランド2000円で行けます。はい。65歳以上のね、後期高齢者の皆さん。高齢者の皆さんですね。後期ですね。前期ですね。高齢者の皆さん、おめでとうございます。香港ディズニーランドは2000円で行けます。はい。で、予約が取れない。予約なんて存在しないですね。香港ディズニーランドは、まあ予約なんて存在しません。そんなものしなくても十分、100% 以上楽しめます。はい。混んでると疲れる。混んでません。香港ディズニーランドの、一番人気のアトラクション、まあ今で言うと、アナと雪の女王の、アトラクションであるところの、フローズンジャーニーですか、フローズンエバーアフターか。フローズンエバーアフター。フローズンエバーアフターね、1時間待たないっすかね。はい。だから一番人気のアトラクションで最大1時間待ちだと思っていただければ、まあ、どんな状況かっていうのがわかると思います。あと混んでるっていうことはアトラクションの、ね、待ち時間っていう話ではなくてパーク全体でっていうようなことだと思うんですけど、それを加味しても大丈夫です。まあ、混んでるの指標に一つあるものとしてはショーパレードパレードが始まるときに、それを見るために、1時間前、2時間前から待たなきゃいい席が取れないよ、最前列で見れないよっていうのがね、あると思うんですけど、大丈夫です。香港ディズニーランドはパレードが始まってから最前列取れます。こんなの余裕です。はい。パレードが始まってから、キャッスルショーが始まってから最前列余裕で取れます。なので、混んでません。大丈夫です。ご安心ください。そして予備知識が必須。まあ、あるに越したことはないんだけども、予備知識なんてなくても、香港ディズニーランドはプラッと行って、わーって楽しんで、で、帰れます。というわけでございまして、私が常々思っていることを今ぶっちゃけたんですけども、香港ディズニーランドマジでみんな行った方がいいよと。いう話ですね。はい。香港へ行きましょう、皆さん。さあ、で、まあ、この話をね、こういう話をすると、じゃあ、アゼラさん、ね、香港ディズニーランド行くのは、行けって言うけど、それはあなたみたいに、フットワークの軽い専業 VTuber だからそういうことができるんですよと。ね、平日休みを取れる人だからそういうことができるんですよと。い
いう方がいらっしゃるかと思いますけども、ね、海外じゃないですか。海外なんて嫌だ、ね、怖いっていう人がいると思うんですけど、まあ、厳しいことを言います。はい。今から私、厳しいことを言います。香港が海外だから怖い。ね、海外だから、なんとなく怖いっていう、ね、ぼんやりとした考えをお持ちの、そこのあなた。それは甘えてます。はい。なんとなく怖いは甘えです。これらの、ね、東京のディズニーに対して、こう思っている、ね、不満点。これを解消したいんであれば、そんな甘えは捨てましょう。はい。そんな甘えは捨てましょう。ね、で、じゃあ、そうは言っても、やっぱりその東京に行くのに比べて値段高くなっちゃうんじゃないのっていう風なお話があると思うんですけど、海外だからさ、何十万もかかるんじゃないですかって思ってる方もいるでしょう。大丈夫です。香港は安いです。はい。例えば関東の皆さん、東京ディズニーリゾート県内ね、関東近辺にお住まいの皆さんがですね、大阪の、はい、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ、もしくはその逆、大阪伊勢あんまり聞かないな。大阪よりも西にお住まいの皆さんが、新幹線を利用してですね、東京ディズニーリゾートに遊びに来たっていうことを想定しましょうか。それと同じぐらいの値段で香港ディズニーランドは行けます。はい。これ目から鱗の人いるんじゃないでしょうかね。いや、そんなバカなってね、思う人もいるでしょう。大丈夫、行けます、行けます。香港エクスプレスとかね、香港航空とか、香港の LCC を使うことによってですね、だいたい3万円前後で、香港まで飛べます。はい。私の基準はその値段で考えてる。もちろん高いのもあるよ。もちろん高いのもあるんだけど、最安値を狙えば3万円前後で香港には行けます。往復ね、往復。で、ホテルの代金とかね、必要だと思うんですけども、これも、工夫していけば、だいたい1泊5000円ぐらいで、ちゃんとしたホテルに泊まれます。はい。1泊5000円で。で、1泊2日で、じゃあ、香港ディズニーランドね、楽しみましょうかってなったら、かかる費用はだいたい4万円から5万円ぐらい。5万円あれば、楽しめるし、6万円あったら、しっかり楽しめる。それが香港ディズニーランドでございます。はい、お土産も買って、中でご飯もいっぱい食べてね、満足いくまで食べて、それで帰ってこれるっていうのが、6万円っていう値段ですね。はい。6万円。1人当たり6万円ですね。1人当たり6万円。どうでしょうこの値段、この数字。ね。大阪に住んでいる人、大阪よりも西の方に住んでいる人、東京ディズニーリゾートに1泊2日で行って帰って6万円で楽しめますか？大体そんぐらいだと思うんですけどね。私も、ユニバーサルスタジオに行って帰って1泊2日で楽しんで、ね、新幹線使って行って帰って1泊2日で楽しんでこようかなって思ったら、大体6万円を想定しますよ。ね。それと同じぐらいの値段で、香港には行けちゃいます。1個ね、パスポートを取るっていうめんどくさい工程が、あるんですけども、これさえクリアすれば、ね、実は香港ディズニーランドは、そんなにハードルの高い場所じゃないんだぜっていうのを、ここで強く、ね、プッシュしていこうかなというふうに思います。別に今回案件とかじゃないです。香港からお金をもらってるとかね、香港政府と結託してるとかそういうことはございません。単純に私がいつも思ってることです、これは。というわけで皆さん、まずパスポート取りましょう。そんで香港行きましょう。快適な、ね、ディズニーパークライフが、香港であなたを待っています。この動画が良かった、参考になったという方はね、ぜひ、高評価、チャンネル登録、そして、ベルマーク通知3点どうぞよろしくお願いいたしますね。それでは、また次の動画、次の私の言いたいことでお会いいたしましょう。バーチャルトラベラーセラでした。じゃあね、チャオ、またね。またいつか見てください。いつでも待ってるから。チャンネル登録と高評価をしてまたいつか会いましょう。
またいつか会いましょう。またねー。